私の名は中二くん。今回はメキシコの費用総額を大公開。費用総額はこちら。続いて内訳。まずは食費。メキシコの飯は非常にクオリティが高くてうまい。日本でもタコスは食べたことがあるが、本場のタコスは比較にならないほどうまい。タコスと一緒に提供されるソースが非常に美味しく、日本には馴染みのないアボカドソースも最高の味だ。外食は日本よりやや安い程度だが、レストランではチップも必要なので、料金的には大差はない。ただ、飯はうまいが、ほぼ全ての料理がハイカロリーというデメリットもある。主食はトルティーヤというコーンから作られた円状の食べ物で、その上に具材を乗せて包んで食べるスタイルで、うまいのは間違いないが、すぐに飽きてしまう。このトルティーヤで包む食べ方はラテン系では主流になっている。また、パンをチョコレートドリンクにつけて食べるという斬新な料理もある。チョコレートドリンクはシナモンが混じっている味で少し癖がある。次に交通費。空路でニュージーランドから USA で乗り換えてメキシコシティに到着。陸路はメキシコでは長距離バスを2度利用。ローカルバスもあるのだろうが、広大なので便利な高速バスを使うことにした。メキシコシティからオアハカまでの夜行バスは早朝5時頃に着いてしまい、到着時に山間部のためか携帯がローミングできず困り果てていたところ、欧米人のカップルがデザリングをしてくれて助けてくれた。オアハカからタパチュラまでは年末シーズンということもあり、価格も高く、さらにはオーバーブッキングで席がないという始末。途中下車した人がいて、そこからシートに座ることができたので一安心といった出来事があった。夜行バスで席がないのは地獄だ。明け方にタパチュラに着いて、そこからはそのまま乗り合いバスに乗り、国境へ向かいメキシコを後にした。メキシコシティでは危険と言われている地下鉄も経験。地下鉄はスピードがかなり速く、ドアが閉まるまでも速い。電車内は汚く、駅のホームでは銃を持った警備員が常駐していた。最大のメリットは費用がとてつもなく安く、5ペソという破格で乗車することが可能だ。次に宿泊費。宿泊費はオアハカで4泊、あとはホームステイとなった。オアハカのホステルのスタッフは皆人当たりが良く、満足のホステルで過ごすことができた。メキシコではカウチサーフィングというアプリを使い、初めてホームステイをすることになり、一気に旅が楽しくなった。3人の家にお邪魔したが、2人はプライベートルームを提供してくれて、食事までも用意してくれた。3人目の家はかなり汚く、ソファーの上が寝床ではあったが、これが本来の形なのかなと楽しみながら宿泊した。宿泊費はメキシコシティもオアハカも価格帯は大差がないので、ドミトリーであれば1500円前後が相場になると考えていいと思う。最後に観光費とその他。メキシコでは最初のホームステイをさせてくれたメル君がホームステイをした後日に誘ってくれて、ピラミッドへ観光へ行くことができた。入場料は50ペソと安く、本来はツアーなどで行くことになるのだが、メル君が車を出してくれたので入場料だけで済んだ。
大陸が変わったこともあり、これまでの東南アジアやオセアニアの人々とは人柄がガラリと変わるのを感じた。ラテン系の人たちで約束の時間に来た人は誰もおらず、待ち合わせは常に30分以上は待たされた。だがこちらも急いでいるわけではないし、計算づくではあったので、怒りや不満などはなく、待っている時間も景色を楽しむなどして待っていた。ホストをしてくれた人たちのホスピタリティは素晴らしく、初めて会う異国の人間にここまでよくしてくれるものなのかと感動しっぱなしだった。せめてものお礼にということで簡単な家事や日本食を作ってあげるようにしているが、それが喜んでもらえているので、お互いにいい文化交流になっているのかもしれない。ピラミッドに行った際はサウジアラビア人のツアリストも加わり、その日のランチはサウジアラビア人のリクエストでピラミッド近くにある有名な高級レストランに行くことになり、メル君と自分は値段の高さに躊躇していたが、サウジアラビア人がスマートに支払いを済ませてくれた。イメージ通りサウジアラビア人はお金持ちのようだ。メキシコの一部の地域では治安が悪く、殺人率も高い国ではあるが、安全なエリアであれば夜も出歩ける街で飯もうまいので、ぜひ一度訪れることをお勧めする。それではまた会おう、諸君。